こんにちは、テイスティープロデューサーのそのみです。今日は同じチームの大樹さんからたった一つの調理器具で3品のコース料理を作ってほしいという挑戦を受けたのでやってきました。この中から1個選んでいいんですか？はい。あ、よかった。たこ焼き器。でもたこ焼き器は何個かレシピ作ったことあるんです。あるけどおかずじゃないですか、これ作れるの。いや、たこ焼きでしょ。裏で電子レンジとか使っていい感じですか？ダメですコース料理で来たステーキだみたいな気持ちになるからメインは肉がいい。ジャンルはフレンチ。ちょっとやばい。お湯使えると思ったんです。お湯使えないって言われたから、さっきまでの私の計画がガラガラガラって崩れちゃったんです。ゼリー状のコンソメに野菜を入れたテリーヌみたいな感じにしようと。こっちで前菜作って、こっちでデザートを作りますよ。なんか出てる。煙なんだこれ。火災報知器が鳴りませんように。溶けてきた。沸いた。液体が熱いうちにゼラチンを入れると固まりにくくなっちゃうんで、間隔で60度になるまで待ちます。60度ってどれくらい？あっちみたいな感じじゃないですかでも可愛い見た目は。クリームチーズにグラニュー糖を入れます。はい、レモン汁入れます。生クリーム。私はせっかちなので、こういう時に勢いよく混ぜて外にこぼすタイプだから、今すごく気をつけたけど大丈夫でした。OK。クリームチーズ液がクリームチーズ液ができたので、ゼラチンふやかしたゼラチンをとりあえず液体に戻します。このままちょっと待ちますよ。溶けた。この穴のチーズケーキ食べた人多分外れ。なんかポタポタしてるけど大丈夫かな。でも食べれば一緒だよね。はい、入れます。なんかいける気がしてきましたよ、私の中では。それでですね。すごくないですか、このビスケット。サイズがぴったりすぎる。どっちもできた。たこ焼きの型だけ冷やしたいので外したい。もう一人欲しい。外せた。じゃあこれ冷蔵庫で冷やします。前菜とデザート固まりました。外していきます。よかった。かわいいドーム型だ。できた。一人。次はメインを作ろうと思います。ステーキをメインディッシュにしたいんですけど、ステーキだけだとちょっとお皿が寂しくなるので、一緒にフライドポテトを揚げようと思います。ちなみに肉はこの丸の隙間で焼くので、丸の隙間に油を塗ります。いける。じゃあお肉焼きます。じゃがいも入れたさある。みんな静まれ。油入れすぎたのはわかる。油入れすぎたよね。焼けてそうな気がする。水玉模様ついてる。バターがソースになってほしいんです。なんかアメリカのステーキみたいなやつ。私待って、フレンチって言ってたよな。でもアメリカのいいの。もういいや。料理が出来上がったので、今日のゲストをお呼びしたいと思います。Hi, Mama.
今日私はあるものであるもん。 3品のコース料理を作ったので、レッド君に食べてもらいながら何かなって言って当ててもらいたい。あ、そのフルコースの中になんか隠し味的なもの、それともいや、まだもう一回それもその料理を何かしらで作って、何かしらをとりあえず食べれるなら何でもいいや。前菜になります。天才、おしゃれ。とりあえず行儀よく。だけど行儀もう良くないよね。コンソメ？うん。コンソメ。意外とわかる男。グルメだからねメインディッシュになります。俺。おー、肉、イエーイ。ニンニクと一緒に。めっちゃうまい。本当？めっちゃやうまい。ったポテトは異常ない。ー。美味しいって言って。共通点。うん。これゼリーじゃないよね。デザートになります。おー、かわいい。なんかある？ステーキとの共通点。共通点？美味しい以外に火を使ってないとか？いや、肉焼いてたじゃん。だよね。正解はこれです。たこ焼き器。だから丸いのか。丸模様。逆におしゃれ、こっちの方が。すごくない？前菜のゼリーとチーズケーキはこの型で冷やしたの。頭いい。そんなに別そうそう、のもの。ここでね焼肉できるから。たこ焼き器しか買えなかったって言っても、確かになんかここで焼肉できることに分かった。一人分をさ、こうやってピシッ。そう。ジンギスカンとかできそう。たこ焼き器バカ嬉しそう。ね。